ジャンボーハバリーこんにちは。ケニアのナクルにある光音楽学校からゆかです。お元気ですか？日本人に向けての超簡単スワヒリ語講座をお届けしています。はい、今日はケニアのお金についてやりたいと思うんですけど、ケニアでは一番不便だなって思うことが、一番大きいお札が1000シリング。シリングっていうのがケニアのあのお札のお金の単位なんですけど、1000シリングまでしかないっていうので1000シリングがいくらぐらいかってだいたい今1シリング1円か、もうちょっと、1000シーリングぐらいになると1008円ぐらいだったりするんですけど、まあ、ほとんど変わらない1円だいたい1シーリングと思ってもらっていいんですけど、っていうわけで日本円で5000円とか1万円に当たる大きい紙幣っていうのがなくて、1000シーリングまでしかないから、お給料とか払ったりするとき、まあ、ほとんどもう今は現金であんまり払ったりしないんですけど、ケニアにはエンペサっていう有名な携帯で払えるシステム、LINEPay みたいな感じなんですけど、でそれがあったり、銀行もあるんで、現金で数えて払うっていうことはそこまでないんですけど、でもなんか例えば大きいものを買いたい時とか、なんかそうですね、持ち歩きに結構困るっていう場合もありますね。やっぱ現金で払ったりする時だと。でその1000シリングがこれこれです。ここにケニアの有名なナイロビの国際会議場である KICC っていう建物が映っているんですけど、でこれはなんとこのお札は去年2019年に新しくなり、それでびっくりするようなことが起きたんですけど、前に使ってた1000シリングのお札、ケニアタ大統領の顔がドドンって書いてあったお札があったんですけど、それはもう全部ある時をもって全くもう使えない紙切れ状態になったんですね。で日本やったらそういうお札の転換とかがあっても古いお金も一応使える、銀行とか行ったら郵便局行ったら帰ってもらえるっていうシステムなんですけど、もうケニアではもうそれは紙切れ同然になったっていう時があって、で一番面白かったのが、うちの弟がケニアに前に来た時に帰る時に結構ケニアの現金シリングの紙幣を残ってて、余分に両替して、でそれが1万2000シリング1万2000円ぐらい分ぐらい残ってたんですけど、でそれを、私もそれを忘れてて、でそのお札が変わるよっていう時に、そうや言ってあげないとっていうふうに思い至らなくて、次にケニアに来た時にそれを弟は知らなかったんで普通に使おうと思ったら、これはもう紙切れで使えないよ、チーンっていうことがあったんですけど、そういう大胆な政策があり、お札が全部一新されました。でもまだ古いやつも1000シリング以下の紙幣とかやったらまだ使えるんですけど、でこのさっき見せた1000シリングです。でその次に小さいお金がこれ500シリングです。日本やったら500円玉に当たるんですけど、ケニアではお札で同じデザインなんですけど緑色で、裏にはライオンが書いてあります。これも新しくなりました。であとは200円玉は日本ではないですけど、ケニアには200円シリング、200円札、200シリング札があります。これ青です。で、一番結構よく使われたりするのがこれ100。100はこれ紫かな、赤紫色。で、この大体買い物になんか行ったり、ちょっとしたものを買うときはこの100とか200とかを持ってないと、500とか1000とかを出したらお釣りない事件がかなりあるんで、こういう細かいお金の方が好まれます。1000とか出したら絶対ほとんどもう小さいスーパーだったりその辺に野菜売ってるお店とかあったらもうお釣りがないから無理って言われるか、お釣りをその人が探しに行くのを
10分15分待たされるっていうことがすごい頻繁にお釣り絶対用意してないからっていうのがあります。であとこれが50シリングです。で今日スワヒリ語で全然やってないけど、これはスワヒリ語でハムシニっていうので誰かが売ってたらこれ50円。ハムシニで結構古着とかも買えたりするし、まあ、チャパティと豆スープぐらいだったら安いとこやったら買えます。だから一食食べれないお金ではない。はい、まあ、そんな感じで以上です。次回はコインについてやろうと思います。はい、以上ケニアのお金についての紹介でした。ペサやケニア埋めろわ。バイ、またね。